こんにちは、たかしです。本日は2月18日土曜日、週末ですので、来週20日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは冷やしからです。昨日の冷やしで見てますと、ローソク足としては陽線ですね。ここのところ下落トレンド継続、そしてそこでの踊り場、この踊り場からの下落トレンドを崩せるかどうかという今節目にいます。この下落トレンドが崩せるのはこの白の点線です。162.332。ここを明確に上抜けてくると、この下落トレンドは終了と見るのですが、今そこをなかなか超えられずにいる状況ですね。日足ではローソク足としては陽線なんですが、買い足で見るとなかなかに怪しい雰囲気ですので、ここから上昇していけるのかどうかっていうのはもう少し様子見が必要かなとは考えてます。ただ日足のローソク足では今直近のところは陽線が多くなってますよね。陽線と陰線の数を見たときに陰線の方が圧倒的に少ないですので、買い足では強い上昇トレンドにあることがわかります。ただやはり日足の下落トレンドを崩せていませんので、今はそこがどうなるかというところですので、ここでのレンジですね。現在レンジのような形になっているんですが、その中で抜けた方についていくのがいいと思います。現在日足では GMMA の上に乗せてはきてますが、 GMMA がまだ収束してませんので、ここからこのまま下抜ける可能性も十分にあります。ここでもう一段上昇するためには、この GMMA が収束するのを待つ期間が必要ですので、もうしばらくこの辺で現在地付近で揉み合いになる可能性を考えておきたいですね。そして現在ストキャスティクスは高値圏です。過去の高値圏からのデッドクロスを見てますと、比較的に大きく下落していますので、今回も下落する可能性は十分にありますので、ここでの揉み合いからの大きな下落ということも想定できますし、揉み合った後に上昇するということも想定できますので、今はどちらに行くかがわからない状態ですので、先ほども言いましたが抜けた方についていく。そして今日足のストキャスティクスデッドクロスしてきてますので、上値を重いと思いますので、これもここでしばらく揉み合うだろうというイメージにつながってます。では4時間足です。先ほどの日足の下落トレンドはこんな感じですね。今左側から大きく下落、そして今オレンジの平行チャンネルの中で上昇トレンドを作ってますが、基本的にはこの高値 162.332 が日足の目線切り替えポイント。そこは4時間足の目線切り替えポイントでもありますので、今白の点線とオレンジの点線が引いてるんですが、ここを明確に上抜けてくるまではまだ下落トレンド中。4時間足と日足では下落トレンド中。そしてその中でこの大きな陰線ですね、このオレンジの点線が始まったところからの大きな下落の中の今ハラミ足になっている状態なんです。ですので今この中では分かりにくい方向性のない動きをしているというところ、そこでもしばらくは上昇トレンド、オレンジの平行チャンネルに沿って上昇トレンドを作っているんですが、今平行チャンネルの上限まで届きにくくなってきてます。ここ届かなければ大きく下落していくと考えますので、そこは注意ですね。そして直近では4時間足の GMMA は上を向いてきております。その GMMA に昨日サポートされての上昇になってきてますので、一旦の高値162円ぐらいを目指して上昇しそうではありますが、ここですね、2月14日の高値でのダブルトップでの下落ということも考えられますので、今はここから押し目買いをしていくのではなくて、押し目買いをするのであれば下がったところ、もう一度4時間足の GMMA 付近まで下がったところからの押し目買いというのが今4時間足を見てて思うことです。そして今ストキャスティクスは高値圏に来てますよね。で、過去の高値圏でのデッドクロスっていうのも比較的下落してきてますので、そろそろ怪しいかなと。ですので先ほど言いましたように、2月14日の高値と同じぐらいまで上がってきたところ、つまり162円ぐらいまで上昇してくれば、そこがダブルトップになって下落する可能性も高くなってきているということです。ここでもう一段上抜けられると、また平行チャンネル上限ぐらいまで来れるんですが、平行チャンネル上限、現在地ですと163円ぐらいになります。その辺ぐらいまで強く、週明けですね、月曜日に強く上昇してきてくれると、この平行チャンネル上限達成、そこからの下落になるのか、そこを突き抜けるのかというところなんですが、今はまだ4時間足、日足の目線切り替えポイントのこの 162.3 付近を突き抜けてませんので、そこを突き抜けてくると、もう少し景色が変わってくるとは思うんですが、ですので現時点では下落圧力がかかりやすい状態なんですね。なので今買い足では上昇トレンド中なんですが、押し目買いをする場合はしっかり押したところ、しっかり下がったところを買っていくっていうことをしないと、今は結構高値圏にありますので、大きく下落する可能性も十分にあるので注意です。
で、もし 162.3 付近、この白の点線、オレンジの点線を上抜けたとしても、すぐ上にはオレンジの平行チャンネルの上限がありますので、この上抜けてからの上昇についていくのは少し危険かなと。値幅としてはかなり狭くなってきますし、売り圧力も入りやすいところになってきますので、急騰してこの白の点線、そしてオレンジの平行チャンネル上限を突き抜けるような動きをすれば、そこから次の上昇についていくのはいいと思いますが、今はかなり上限にありますし、抵抗ラインも多くなってきてますので、ここからのロングエントリーっていうのは一旦押しを待ってからやるのがいいと思います。では1時間足です。現在ここではエリオット波動が完成したようにも見えますね。2月10日の安値からの上昇、1、2、3、4、5。そこから、最高値をつけて、そこからの修正波で A、B、C と下落してきて、それがフィボナッチリトレースメントの 38.2% 付近、160.4 付近でちょうど終わってますね。ここでエリオット波動が達成されたと。そしてそこから今新たな波になっているのかなというところですね。現在は1時間足で小さく下落トレンドを描いてました。その下落トレンドを崩せるかどうかですね。この修正波のこの下落トレンドを崩して上昇していけるかどうかというところを昨日の夕方に話してました。そして夕方のショートムービーでも言ってるんですが、買っていくならこの一昨日の高値ですね、161.5 付近を明確に上抜けてからの次の上昇に乗っていくのがいい。そして売るのであればこの紫のライン 160.1 付近を明確に下抜けてからの次の下落を狙っていくのがいいですねっていうことを話しています。今ちょうどこの 161.5 付近を抜けてきたんですが、ちょっと抜け方が甘いですよね。ですのでもう一度しっかり抜けたところからの次の上昇に乗っていくのはいいと思いますが、その場合上昇ターゲットはこの辺、先ほどの言ってましたオレンジの点線 162.3 付近、もしくは162円ぐらいですね、直近の高値付近というところがターゲットになってきてますので、あまりこれからどんどん上昇するというイメージではないですね。もしかするとオレンジの平行チャンネル上限ぐらいまで上昇する可能性はあるんですが、そろそろ売り圧力も入りやすいところに来てますので、それは注意ですね。そして日足のところでレンジみたいな感じになっているので、そこを抜けた方についていくのがいいというふうに話しましたが、それが今言ったところです。161.5 を明確に上抜ければそこからの上昇についていく。ただし上昇幅っていうのは限定的かもしれません。それから 160.1 付近を明確に下抜けてからの下落についていく。この紫のラインですね。ここはオレンジの平行チャンネルのセンターライン付近になりますので、そこを下抜けてからの下落についていく。その場合はオレンジの平行チャンネルの下限付近まで、つまり157円ぐらいまで現在ですと狙える可能性がありますので、その辺を意識してやっていくのがいいと思います。今は1時間足の GMMA 横ばいでレンジなんですよ。ですのでそのレンジの中で行ったり来たりを繰り返しているだけですので、直近の高値とか安値とかを明確に上抜け下抜けしてから次のその動きに乗っていくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき、自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も変わりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。